皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに対する治療薬についての情報をアップデートする回となります。今、新型コロナウイルス関連の話題で言うと、大阪の方で非常に病床圧迫が進んでおり、そのために自宅待機の人たちというものが非常に多く、それによって十分に治療の対応が受けられずに亡くなってしまう人の話題というものも多くなっている状況です。そのような状況ですから、基本的には新型コロナウイルスに対する恐怖感や不安、そして政府の対応に対する不満や怒りといったものが渦巻いているということがインターネット上でも見て取れます。ですから、このような社会状況の中にはどうしても感情的な言葉というものが多く見られるようになり、本質的な部分についての指摘というものがうまく機能しないようになってしまいます。そういった意味では、現状どうなっているかというところについて、まずは基本的なことを抑えることが私は非常に重要だと思います。そのような情報を抑えた上で、どこの部分について本来だったら批判集中すべき、そして是正すべき問題は何なのかといったことについての考えをより深めることができると思います。というわけで、まずは多くの共感を呼んでいるとして話題になっているネットニュース、宝島社が出した企業広告についてのご紹介をしましょう。ワクチンもない、薬もない、竹槍で戦えというのか。このままじゃ政治に殺される。株式会社宝島社のプレスリリースより。新型コロナウイルスの蔓延からすでに1年以上。しかし、未だに出口は見えません。マスク、手洗い、3密を避けるなど、市民の努力にも限界があります。自粛が続き、経済は大きな打撃を受け続けています。厳しい孤独と直面する人も増える一方です。そして医療の現場は危険と隣り合わせの状態が続いています。真面目に対応している一人一人が先の見えない不安で押しつぶされそうになり疲弊するばかりです。今の日本の状況は太平洋戦争末期、幼い女子まで竹槍訓練を強いられた非科学的な戦術に重なり合うと感じる人も多いのではないでしょうか。コロナウイルスに対抗するには科学の力、ワクチンや治療薬が必要です。そんな怒りの声を上げるべき時が来ているのではないでしょうか。ご紹介した宝島社の広告というものを引用して政府批判をされているというのが今のインターネット上ではたくさん見られます。確かにそれらの人たちの気持ちは私は十分にわかります。現在の政府の行っている政策の中には明らかに遅いですよ、規模が足りませんよ、みんなの納得を得られませんよといった政策などが実施されており、それらについて改善がまだまだ進んでいないことは明らかです。しかし、だからといって、この広告すべてに賛同できるかといえばそういったわけでもありません。この記事というのはあくまでも批判のきっかけとしては良いものですが、広告そのものについて言えば少し問題の本質について理解していない可能性を私は感じています。例えば、竹槍訓練といったものについて言及するのであれば、国民に強いられているものの中で、消毒、マスクをしましょう、3密を避けましょうといった話などについては、科学的根拠に基づいたものであり、一つの例として引き合いに出すのは間違っています。竹槍訓練に該当するようなものであれば、例えば集団感染の実例といったものが報告されていないし、また理論的に言っても集団感染というものがほぼ発生しないであろう、例えば映画館に対する休業要請など、いわゆる科学的根拠が明らかにないでしょうと思えるような人流抑制という名によって、全く非科学的な政策といったものを推し進めている、そのような本当に無駄としか思えないようなものについて実例を出すべきであり、科学的根拠に基づいて多くの人が実践すべきものについてこれを引き合いに出すのは間違っていると言えるでしょう。またタイトルの中にも私は一つ問題を感じていて、ワクチンもない薬もないといった風に煽り立てているわけですが、ここでの薬といった問題で言えば、新型コロナウイルスの特効薬というものは全世界、全人類、地球人類全体の話としてどこにも存在しません。ですから薬がないなんてこんなことをやってられるかというのであれば、そもそも地球外のどこかの星に行ってくださいとしか言いようがないわけで、これを批判の対象とすることは間違っています。そしてワクチンがないといった部分については、こちらはワクチンは存在するんだけど数が足りないという意味で言葉を省略したというふうに少し好意的に見れば、この部分については別に批判はしませんが、ここからわかるのはワクチンもない、ベッドもないというべきタイトルは薬もないと言っている部分について少しこの作成者たちの本質を見抜く力というものが足りないのではないかと思いました。
さて、この私の場合であればタイトルとしてワクチンが足りない、ベッドが足りないといった具合にして足りないといった話をすべきだと思うのです。第二次世界大戦時と同じような教訓を得るとするならば、それこそ兵站が軽視されているという問題を本来であれば大いに指摘すべきです。これは兵站というのは必要なところに必要な物資がどれだけきちんと流通するか、そのシステム作りについての話なわけですが、第二次世界大戦時はこの兵站への軽視といったものが非常に陸軍であろうと海軍であろうとどちらについても非常に悪い癖として目立ちました。そのために戦場の前線で敵兵に撃たれて死ぬよりも、むしろ前線で食料不足により飢餓状態に陥る兵士の苦しみというものがより一層大きな問題として第二次世界大戦時の教訓として今も残っているはずです。ところが現在の政府においてはそのような兵站軽視といった問題についてまさにワクチンを供給する問題でその兵站が崩壊している、もしくは十分な流通を確保できていないといった問題などを抱えています。そういった意味においてはワクチンだけではなくベッドについても同じことで、必要なところに必要な物資、その物資という意味においては環境づくりとしてのベッド、病床数の確保といったことも、これは個々の病院で取り組める限界がありますから、国がどれだけ全体を調整するかといった話として非常に重要な部分であり、指摘するポイントとしても薬がない言うのは全くの間違いだと私は思います。少し重箱の隅をつつくような話となりましたが、じゃあ実際現在のところ薬はどうなっているのか、例えば去年であれば大いに期待されていたアビガンの今はどうなっているだろうか、そういったことや、さらには新型コロナウイルスに対する薬といったものはどうなっているのか、その関連のニュースなども見ていきましょう。コロナ治療薬3例目承認、リウマチ薬バリシチニブ。厚生労働省は日本イーライリリーのリウマチ薬バリシチニブ、商品名オルミエントについて新型コロナウイルスの治療薬として承認した。国内のコロナ承認薬は3例目。同社が2020年12月に承認申請していた。肺炎で酸素吸入が必要な患者を対象とする。コロナ治療薬として承認済みのレムデシビルと併用して1日1回経口投与する。国内では他に抗炎症薬デキサメタゾンもコロナ治療に使われている。バリシチニブは関節リウマチとアトピー性皮膚炎の治療薬としてすでに国内で使用されている。新型コロナの治療では免疫が暴走し急激に症状が悪化するサイトカインストームを抑える効果が見込まれる。海外ではアメリカ食品医薬品局が2020年11月に緊急使用許可を出している。ここまでの話はすでに発売され実際に使用されている薬が新型コロナウイルスにも効果があるとして転用される形での治療薬としての承認なわけですが、一方では新型コロナウイルスへの新薬としての開発も進んでいます。アメリカファイザー新型コロナ治療薬の治験を開始、経口型。アメリカ製薬大手ファイザーは新型コロナウイルスの治療薬について初期段階の臨床試験を開始したと発表した。感染者の体内でウイルスの増殖を防ぐ作用を持つ。口から飲む経口薬で注射薬などに比べて利便性が高いのが特徴だ。治験はアメリカで実施され、健康な成人が治験参加者となる。同治療薬はウイルスが体内で感染を広げるのに必要なプロテアーゼという酵素の働きを阻むプロテアーゼ阻害薬という。ファイザーは合わせて入院患者を対象にした静脈注射で投与する新型コロナ治療薬の治験も進めている。続いては新型コロナウイルスに対する治療薬として大いに期待されていたアビガンの現状についても見ていきましょう。コロナ薬候補アビガンの今、承認目指す発言から1年。新型コロナウイルス治療薬の候補として注目を集めた抗インフルエンザ薬アビガンについて、安倍晋三前首相が今月中の承認を目指したいと異例の発言をして1年が経つ。承認申請はされたが継続審議となり、新たな治験が始まった。アビガンは2014年、従来の薬が効かない新型インフルエンザ向けに承認された。細胞に入ったウイルスの増殖を抑える薬だ。新型コロナウイルス感染症の流行を受け、製造元の富士フイルム富山化学が2020年3月に新型コロナ向けの治験を始めた。有効性を示すデータがまだ出ていない昨年5月4日、安倍氏は会見で、一般の企業治験とは違う形の承認の道もあり、おそらくそうなるとも言われていると述べ、月内の承認を目指すとした。この直後に厚生労働省は、
治験データは後でもかと早期承認が可能となる特例を設けた。だが患者が減り参加者が集まらず、治験と別の特定臨床研究では統計的な有効性は示せなかった。専門家、臨床試験、根本的見直しを。継続審議となったアビガンは今も患者の希望と医師の判断による観察研究の枠組みで使われている。クウェートやアメリカでの20盲検の治験の結果が待たれていた。クウェートでは1月に治験を終え結果を発表。中等症と重症の計333人の患者ではアビガンを飲んだ方が偽薬よりも低酸素状態からの回復期間が1日早かったが有意差はなかった。ただ軽症者ら181人ではアビガンの方が3日早く退院できた。アメリカではカナダの企業と協力し、昨年から軽症・中等症の826人での治験を続ける。結果は10月頃になる予定で、審査の長期化が見込まれていた。富士フィルム富山化学は、国内で20盲検による治験を新たに始めたと発表した。対象は50歳以上の男女316人。発熱などの症状が出たばかりの軽症者で基礎疾患があるなど重症化リスクがある患者に絞り、薬の効果が出やすいようにした。10月末まで有効性や安全性を調べる。得られたデータをもとに部会で再審議される。ただし予定通り終わるかや審査にかかる期間は見通せない。情報をアップデートすべき記事というものがこの中で出てきました。まず第一に治療に使われる薬というものが存在しないかのような広告が打たれたわけですが、治療に使える薬というものはありますし、また増えますよという点です。すでに存在している薬の中から効果として認められましたよという薬が承認されたわけですが、またファイザーなどはそういった意味では新型コロナウイルスに絞った形で新たな薬の開発に取り組み、そしてすでに治験に入っているというのですが、この点についてはかなりファイザーの力というものを見せつけるような展開になっているように私には思います。というのも、新型コロナウイルスに対するワクチンについてもまさに主導的な立場を獲得したファイザーが今度は治療薬についても一歩踏み出しているというのですから、他のメーカーよりもかなりこの問題に対しては成果を見せているからです。もちろん治験が行われている段階ですから、この治療薬といったものがどれだけの効果をもたらすのかといったものは分かりませんが、少なくとも治験まで進むものをすでに用意しているかどうかといったのは他の企業よりも一歩も二歩もリードしていると言えるでしょう。ですからあたかも治療薬などどこにも存在しないんだ、新型コロナウイルスにかかったらもう生きるか死ぬかの瀬戸際なんだというふうに絶望することはありません。少なくとも治療薬というものは存在するわけですから、全く治療放棄されるといったことはないわけです。ただしここで大きな問題なのは、そのような薬があったとしても処方されるような立場になるかどうかということです。日本国内における問題というのは、そういった意味ではワクチンがあるんだけど不足していますよ、多くの人に接種することのできるようなシステム作りといったものができていないといった問題や、例えば薬はあったとしてもその薬というものが処方されて日常的に使えるような環境、例えば入院できるかどうか、つまり病床数を確保できるかどうかといった、そういった行政的な取り組みが十分ではないといったところこそが本来の問題の本質だと私は思います。また新型コロナウイルスに対する治療薬のその特効薬として期待されていたアビガン、去年は大いに話題にはなりましたし、安倍前首相もこのアビガンの使用については前向きだったわけですが、残念ながら治験がうまくいかず正式承認はおりませんでした。この点に関しても国内における承認として、まずは国内での治験を大いにやるべきだといったところから少し足踏みをせざるを得ませんでした。去年の場合だとこの患者数というものを十分に確保できないほどに日本における感染拡大というものは見られませんでした。そのために国内でどう治験を行うかといった時に人数が少なすぎたわけです。こういった問題に対してはどうしても不安というものが先に立ちますから、海外で行われた治験のデータを持ってきて日本国内で承認を下ろすといった仕組みについて十分に議論がされていないように思います。それこそ緊急使用ですよといった形でも良いですから、その緊急使用のその要件として治験が国内で十分に行えない場合は、海外で十分な規模の治験を行うことで代用することが臨時的には可能であるといったような特例といったものも考えた方が良いのではないでしょうか。この日本国内における治験を絶対視するという考え方は、残念ながら日本国内におけるワクチンの開発にしても薬の開発についても障害となっている面があり、必要に応じた柔軟な対応といったものも時と場合によると私は思います。
何にしても冒頭で紹介した広告というものは残念ながら私は本質は捉えていないと思うにもかかわらず、それが大いに日本政府批判のきっかけとして利用されているというのは、それこそ日本政府の行っている対応といったものに大いな問題があるということを、それこそ政府自身が真摯に受け止めて国民の納得できるような対策を実施することや、規模が足りないもの、ワクチン接種については大規模にどんどんと展開するためのシステム作りにいかにして力を注いでいくかといったことに日本政府は取り組んでほしいものです。皆さんは今回の話題を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。